AMT ハードボーラー見ていきましょう。はい、こちら AMT のハードボーラー。ハードボーラーといえばターミネーターの銃っていうイメージが強いかもしれないですけど、こちらは通常スライドのじゃない方のハードボーラーです。まあ見かけはどこから見ても1911かなっていうイメージはありますね。違いはまあ多少なりともあります。こちらにコルトの1911を用意しました。まあ違いといえばこっちはステインレス、そしてこっちはブルーイングされたスライド。まあこれはなんていうんですかね、木製には見えますけど実際のところは多分プラスチックのものですね。こっちはラバー。はっきり言って違うところといえばこのサイトぐらいしか個人的には見えないですね。このサイトは、ここのネジを締めたりして上下に移動することができます。こういう感じに移動します。こちらは実際は左用のセーフティーはないんですけど、中古品で買った時に前のオーナーがつけたみたいです。他にははっきり言ってそう違いという違いは見当たらないですね。マガジンもはっきり言って全く同じです。こちらの AMT のマガジンはこっちのコルトの方にもちゃんと入ってスライドロックもしますし、こっちのコルトのマガジンも AMT の方にちゃんと入ってスライドロックします。AMT の方はちょっと抜きづらいですね。なのでちょっと違うのかなという感じはあります。サイズ的にはほとんど一緒に見えますけど、違いは見えませんね。こちらの AMT のこれに入れるとちゃんと入るには入るんですけど、マガジンのこの部分でちょっと引っかかりを感じます。ボルトの方はこう入れて引っかかりはありますけど、もうちょっとスムーズに入る感じがしますね。それ以外での違いといえば、まあコルトのこのトリガー、こう引いてちょっと遊びがあり、そしてこのちょっと無乳感があるんですよね。それに比べてこの AMT ちょっと遊びがあり、そしてそこからトリガー的にはほんのちょっとの違いなんですけど、こっちの AMT の方が気持ちいいですね。トリガー引いてる感じではトリガーの重さが違います。こっちの方が少々軽いって気持ちはあります。ただこのコルト、まあ何度も言いますけど、カスタムされてるものなので、それのせいでちょっと違うのかもしれません。多分中身は全部一緒だとは思います。まあちょっと分解して中身見ていきましょうかね。コルトの方はこうこのノッチに合わせてこれを抜いて、そこから前に移動して取れます。このスプリングはオリジナルではなくて前のオーナーがアップグレードしたものですね。AMT の方もこのノッチまでスライドを下げ、そこからこのピースを外し、これをスライドを前に出します。実際コルトもこういう感じのスプリングのはずなんですけど、これはアップグレードされて違うように作られております。気づいたことといえば、こちらの AMT はっきり言って
ドロップセーフティのプランジャーがないですね。デルタエリートの方もちょっと出していきます。はい、こちらデルタエリートですね。こっちは 10mm 弾の1911になります。デルタエリートはまだ新しめの銃なんです。で、こちらもコルトの方も1980年代前半に作られたものなんですけど、こちらはオリジナルをちょっと再現している。こちらはオリジナルを再現しているので、セーフティのプランジャーがないと聞きました。AMT の方は、こちらも1980年、70から80年代に作られたものだとは思うんですけど、それでもこのセーフティのプランジャーがないですね。デルタエリートは、後々できたものなので、こちらのセーフティのプランジャーがあるんですけど、それによって落とした時安全なのかっていうのはちょっと微妙にはなるんですけど、何かしらのセーフティはあるとは思います。その何かはちょっと今わからないですけど、実際後ろから押してみてもファイアリングピンが前に出てくることはないみたいです。押してみたところ、これは完全に、ピンが前にまで行ってますね。ちょっと光で見えるかわからないですけど、たまに引っかかるんで何かのセーフティはあるみたいです。ただそれが何なのかわからないですね。AMT の場合はどうでしょうか。AMT の場合は完全に何の引っかかりもなくいきますね。こちらはドロップセーフティがプランジャーがあるので多分前には行かないと思います。引っかかりがあります。それ以外でははっきり言ってスライドはそう違いはないですね。こちらのスプリング取るとちょっと戻しづらくなるので今回はやりませんけど、フレームも見ていきましょう。フレームの方はここになんか出っ張りというかありますね。これが何かの役割をしているのかと言われるとちょっとわからないですけど、見かけ的には何の役割もなさそうなんですよね。それ以外で違うっていう場所はちょっと見当たらないですね。こちらにコルトのスライド入るかちょっと試してみましょう。ちょっと入らないですね。っていうことはこのスライドちょっと小さめって感じなんですかね。多分こちらにすれば、グラグラですけど入るとは思います。いや、入らないですね。そうなるとこのスライドのフレームもそうなんですけど、この部分の大きさが違うみたいですね。ちょっとパッと見わからないですけど、パッと見大体同じに見えるんですけど、本当少しの違いなのかもしれません。それ以外では中身の違いっていうのは見当たりません。実際それ以外ではこの AMT はっきり言ったらただの1911ですね。ちょっとデザインが違うかなっていうぐらいで、1911なので実際中身はそう他の1911とは変わらないですね。早速レンジで打ってみてどうか調べていきましょう。こちら AMT ハードボール、じゃない方のハードボールですね。早速打っていきたいと思います。
はい、5発ロードしました。ロックしませんでしたね。まあ4発中当たりました。今度はスプラッターターゲットの方打ってみますか。スプラッターターゲットの方打ってみます。左上狙っていきますから。ちょっとジャムが多いですね。ではターゲットを近くで見ていきましょう。まあ見る限りここを狙ってたんですけど、ここに1、2、3、4、これも多分そうだと思います。なので合計5発ターゲットに当たってますけども、本当ちょっとバラバラで右上行ってますね。もう一度このターゲット、今度は左下狙っていきますか。はい、5発入れました。左下ターゲット打ってみましょう。はい、ではターゲットを見ていきます。はい、5発撃って、ここを狙ったんですけど、まあ本当ここを狙ってたらパーフェクトだったんですけど、ここに1発2発3発、4発目と5発目は多分これとこれだと思います。まあそんな良くはないですね。もうちょっと近ければもうちょっといい結果になるのかもしれないですけど、ちょっと近づいて撃ってみます。この視点カメラだけにはなりますけど、はい、この距離から撃ってみます。ど真ん中狙っていきます。なぜか最後の弾だけはどうしてもちゃんとロードしないんですよね。近くで見ていきますか。まあこの距離でしたらここに1発2発3発4発5発で問題なくまとまり性はありますね。まあこの距離だったらなんですけどね、普通にもうちょっと遠くで打ちたいんですけど、自分の腕はこれが限界なのかなっていうのを感じます。90レベルといったらやっぱりコルドなので、こちらを打ち比べしていきたいと思います。5発スチールターゲットの方に打っていきます。4発になりました。次はスプラッターターゲットを打っていきます。右上のターゲットを打ってみます。それではターゲット近くで見ていきましょう。こちら1発2発3発4発
5発ですかね。これはなんか前にあった記憶があります。まあはっきり言って命中精度といえばコルトの方がいいかなとは思います。今度はもうちょっとさっきの距離でここコルトで打ってみましょう。はい、近づきました。では右下打ってみます。いきなりですか。はい、5発撃ちました。近くで見ていきましょう。見る限りここに1、2、3、4、これのどれかが5発目だと思います。やっぱりこの距離だと当てやすいですね。そして個人的にはこのコルトの方が命中度いいかなと思います。特にジャムらないのですごくいいと思います。最後にハードボーラーもう5発シールに打ってみますか。やっぱり最後の一発がなぜか引っかかりますね。まあ AMT ハードボーラー、まあジャムがひどいなとは思います。命中精度もはっきり言ってコルトよりはちょっと微妙かなとは思いますけど、まあ、このサイトが問題なのかもしれないですけど、ちょっと見えるかわからないですけど、押してあげるとこうちょっと左右に動きます。これはネジの問題なのかわからないですし、ここを見るとちょうど真ん中じゃないのがちょっとわかりますね。